いつも朝ごはんを食べてその次に昼ごはんっていう流れが普通だとは思うんだけど、この昼ごはん食べるかどうか毎日迷ってる。僕のように毎日引きこもりのような生活をしているとお腹があんまり減らないんだよ。で、気がつくと昼過ぎで、そろそろキッズが帰ってくる時間だ、もういっか今日はってなっちゃう。でもこのキッズが帰ってくる時間ってのが中途半端な時間で、やっぱなんか食べたいなってなる時間帯なんだよ。やっぱなんか作ろうってなる。これでキッズ帰ってきたらキッズも食べたくなっちゃうよなとか考える。で、何作ろうかなって考える。今たくさん食べたら今度は晩ご飯に影響してくるって考える。軽食なんだろうってなる。ああそうだ、ナチョスだってなる。そう、ナチョス。軽食イコールナチョス、ナチョスイコール軽食と言っても過言ではない。ここで面白いテクニックを一つ。玉ねぎの芯抜き、こうやると切る前にできちゃうよのやつ。別に切る前にやらなくてもいいよのやつでもあるんだけどね。そして芯を抜いたはいいけど今日はあまり使わないから意味なかったよのやつ。そう、意味なかったんです。なんとなく思いつきでやっただけだから。こんだけしか使わないからで今日。抜く意味なし。なんかナチョスってメキシカンっぽいよな、名前が。勝手なイメージだけどね。でもどうやらね、メキシカンはしてないっぽいんだよな。アメリカとメキシコの融合みたいな感じだと思うんだよね。そもそもあまり何なのか分かってない。馴染みないもんな。でもどうやらこのナチョスってのはテキサス州で生まれたと言われている。で、そのテキサス州ってのがね、アメリカのね南部にあって、メキシコとの国境に位置してんだよね。だからメキシコからこう流れてきた人がいっぱいいるのがテキサス州で、そのメキシコから流れてきた人がなんか作ったんじゃない。なんか国は違えど場所が近かったらなんか料理食文化ってのも似てくるもんだもんね、多分ね。日本だってね、なんか中国とか韓国とか近いからやっぱり食文化ってなんか似てるもんな。そういうもんだよな。ナチョスに使う野菜は適当。本当は決まりがあるのかもしんないけどね、家にある野菜を適当に選ぶってのがね、僕のやり方なんでね。今日は全部生で食べれる野菜。これね、こっちで売られてるグリーンオニオン。日本でいうところのなんだこれ、長ネギ、細長ネギです。これしかないんだよ。日本の長ネギが懐かしいよ。切った野菜は後から使うので全部ボウルにまとめておく。ミニトマトが残ってたの忘れてた。トマトは彩りも良くなるしね、使わない手はないだろう。彩りって大事だよな。なんか色鮮やかだとうまそうに見えるしな。いろんな色の野菜があってよかったな。どうする、全部同じ色だったら。適当に刻んだミニトマトもボウルに入れておく。今日のメイン食材が切り終わった。ここらでオーブンを温める。なんかいい感じの容器があればな、それでやりたいとこだけどないから、トレーに紙引いて今日はそれでやるよ。コーントルティーヤ、こいつがなきゃ始まらないぜナチョス。適当な量をトレーに乗っける。別に味付きのやつ使ってもいいんだけどね、今日はノーマルでいかせてもらおう。そのままでも十分美味しいコーントルティーヤ、形がいいよな。そしてこれは映像じゃ伝わらないけどね、コーンの香りがいいんだよ。トルティーヤを少し温めるためにオーブンに入れておく。
トルティーヤを温めている間にバーベキューソースを作る。まずはウスターソースをちょろちょろと入れ、ケチャップ、それからブラウンシュガーをわさわさと入れる。なんとなく蜂蜜もちょっと入れる。中火で温めながら混ぜ合わせていく。ポコポコしてきていい感じに混ざったらもう完成。イージー。そして軽く温まったであろうトルティーヤちゃんをオーブンから取り出す。そしてお次はチーズの時間。こいつがなきゃ始まらないぜナチョス。さっきも言ったなこれ。本当は使うチーズもね、テックスメックスチーズみたいのがいいんだけど、ないからチェダーで。あんま変わんないから。いや変わるか。いや変わんない。いや変わる。どっちでもいい。なんでこの手のチーズがオレンジか知ってる？ただ着色してるだけなんだよ。だって着色しなかったらチーズって基本全部白いはずだもんな。これってやっぱり彩りのこと考えた人がいたからだよね。さっき野菜切ってた時チロッと話したけどさ、やっぱ彩りって大事なんだよ。このチーズのオレンジがそれを証明してるね。シュレッドしたチーズをトルティーヤチップスと合わせていく。適当に散らす。そしてもう一回オーブンの中へぶち込む。チーズを溶かすためにね。チーズが溶けたかなーっていう頃合いでトルティーヤちゃんをオーブンから取り出す。いい感じの器があればよかったんだけど、ないから今日はもうそのまままな板の上で。すっかり温まったトルティーヤチップスととろけたチーズの上に先ほど切った野菜を散りばめていく。どんどん色鮮やかになっていく。半端に残ってたブラックオリーブも散らす。色鮮やかなところにこの黒という色のアクセント、いいね。そして最後に適当に作ったこのバーベキューソースを散らす。何このセンスのない散らし方って思った？これがアートです。僕にとって料理はアートです。このバーベキューソースの散らし方でこの作品の良し悪しが決まると言っても過言ではない。そうそう、あと1個大事なこと忘れてた。サワークリームね。これがなくちゃ。やっぱ最終的には白なんだよ。こいつも一緒に散らしてもいいんだけどね。今日はサイドで。キッズが食べないかもしんないからな。わかんないからそういうのが。ちょっと気使ってる。はい、そして原田のナチョスが完成。本当のことを言うと、この前久しぶりにレストランに行ってナチョスを食べたの。それがうまかった。だから家で再現してみた。ただそれだけのこと。そしてタイミングよくキッズが帰ってきた。こんなん一人で食えないからな。キッズのおやつ、そして僕は遅めのランチとしようかな。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食器も手に取って